これをつけるだけで簡単にするはずですね。簡単なはずなんだけど。プラグ&プレイ。まあ、2日目ですね。ウィールとタイヤを変えますよね。簡単な DIY。奥さんがね、よく言われるんだけどね。見てこれ。すんごい効きますよ。ちょっとこれは弱いような気がする。皆さんおはようございます。スティーブ・テキシテンのスティーブです。やっぱり、新しい車ってなると、やることが多いですよね。楽しいんですけどね。文句じゃないですよ。楽しいことです。とりあえず今日やらなきゃいけないことは、まあ、この間ちょっとね、掃除したんだけど、中はね、またクリーニングを続ける。それと、その他のこともありますのでご案内します。ラプターかっこいいですね。いいですよね。でもね、やっぱりこれからアップグレードするには、やるところがね、もう決まってます。まずは、ウィールとタイヤを変えますよね。それと気持ちのリフトアップかな。リフトアップはどうでしょう。リフトアップはいいですよね。やっぱりでかいごっついアメリカントラックだからリフトアップですね。気持ち上げてごっついタイヤとウィールも考えてるので楽しみにしてね。めっちゃかっこいいウィールとタイヤのセットになると思う。一つはね、買った時からほらこういうのあったんじゃないですか。割れてるところがこれが割れてたんだよね。これはね、もう分かったこと。最初の交渉の時からこれが割れてます、交換しますよということはね、ジョーダン君に言われたんですが、どうせ純正よりもっとかっこいいテールとヘッドライト買いたいから大丈夫ですよ。それで交渉して少し安くしてもらった。この分はねしてもらって、こういうところもほら割れてるんだよね。ここもこれも知ってたこと。シートだけはねダメだったな。シートはね許せない。とりあえず今日テールランプとヘッドランプの交換しようと考えてます。それで純正のやつはね、やっぱりねちょっと古いっていうか悪いわけじゃないんだけどね、かっこいいのはかっこいいんだけど、こう新しいスタイルの方がいいということでこれにしました。いいよね。ここも光りますよ。今日これをつけましょうね、トラックに。それとテールランプ見せますか。テールランプこういうものです。同じスパイダーブランドなんですけど、これですね。ほらこれ気持ちね、スモークすればいいかもしれないよな。まあつけてから判断するんだけど、簡単に取り外せますね。これはワイヤリングでいじってたところがあったんだよな。多分中に後ろにあったライトとか、前のカバーにあったライト用のコネクタ配線がついてるみたいですね。これ外れたものがこれですね。フォードの純正のテールですね。で、新しいタイプ。ほらかっこいいと思う。今時だし、異常に今時じゃないんだけどスマートに今時かなという感じで、この配線はここに来てたやつですね。これは前あったカバーにあったライト、そのブレーキランプ用のものなので、この配線はこっちから来てるので、これもういらないよね。どっちかといえば汚いよな。ワイヤーも邪魔になってるし、というところは取っときましょう。つきましたね。かっこいいよ。鍵を出してクリックするとかっけー。これはいい感じじゃないですか。お、かっけー。ほら全然違うんじゃない。ほら全然違う。今時ですね。まあ後ろは簡単で前も簡単だろうと思いますね。前の見た目はどう変わるんだろう。これからの楽しみです。ちょっとした問題発生ですね。入れようとしたらこちらは問題なくつなぐ、こっちも問題なくつながりそうね。入るみたいんだけど、こいつこれはね4ピンですよね。1234。問題なのはこっちです。これは3ピンですね。
調べなきゃいけないな。そのままつくはずなんですよ。3本なのに4本なんだよね。メーカーに電話するしかないな。いいね。これは。前もね、やりたかったんだけどね、簡単なはずなんだけど、たまに簡単なものはね、大変なことになるときはある。DIY は好きなんですけど、やっぱりやればやるほど気づくことがありますよね。本当に簡単に済むはずな、ことがなかなか簡単には済まないですよね。いやーもう30分でできるっていうと、3時間、4時間、2日間、3日間かかる場合もありますよね。まあ本当にね、本当にその通り簡単にスムーズにいく時があると、驚くほどの回数が少ないかもしれないよな。このヘッドランプの DIY はそうですよね。本当だとこのものはですね、プラグ&プレイ、もう古いやつを取り外してこれをつけるだけで簡単に済むはずですね。全く同じトラック持ちの方がこれを買ってそのままもうちょっと30分もう1時間もかかってない両方でっていう方が多かったんですね。スティーブの場合は違います。まあ2日目ですね。2日目っていうか丸々1日はやったわけじゃないんだけど、後ろはスムーズにいったんだよ。前はちょっと何でもそう、 DIY もそう、自動車ディーラーに騙される時もそう、交通事故の時でもそう、どんな時でもそうなんだけど、冷静に大人の対応ですね。昨日もうイライラしてきたんだよね。なんでこんなに難しい簡単なはずなのに。うちの奥さんがね、よく言われるんだけどね、ちょっとね休憩してゆっくりしてちょっと食べに行って、食べてる間にずっと考えてたよ。なんでだろう。で理想的に考えてみたら、このワイヤーはこうだろう、これはこうだろう、これって考えて帰ってきて繋いでみたらバッチリだったんですね。ただしフューズはね、フューズっていうんですか、そのほらフューズっていうんですかね、飛んでしまったんだよね。昨日多分いろいろいじりながらやりながら、今とりあえずコネクタを今つけましてね。電気もちょっとね、昔はね、もう電気はどうしよう。でもね、まあ大人になって大人の対応、冷静に考えると理想があるんだよね。理想的に考えればこういうのもね、ある程度わかる。で今からもう繋いでみます。とりあえずこれちょっと見せたいのあります。こっちに来て。昨日さ、これね、フューズ飛んじゃったって言ったんじゃない？トラックを開けてみたらね、フューズパネルがこの右の奥にありますね。ほら、フューズカバーがあるんで、びっくりしたのは、見れますか？ひどいよ。見てこれ。見てこれ。ひでえ。冗談困ってるんだよね。いっぱい掃除したのにまだ犬の毛が出てくるの。疲れるんだよね。永遠の掃除じゃないかこれは。まあ仕方ないで文句言ってもやるしかないですね。先週掃除機かけて何時間もかけてね、でかけたんだけど、かけたんだよね。おじさんジョークだな、おっさんジョークだよな。多分それでまた飛んできたエアコンとかからもう飛んできたやつがまだあっちこちになるんで、マジで犬の毛が増えてるような感じがします。伸びてるというか増えてるというか、あとはね、どういう風に匂いを消したのか、だいぶ良くなったんだけど教えます。これはですね、マイナスイオンですかねになるのかな。オゾーンのマシンですね。オゾーンのマシンを2、30分をかけておけばだいぶ良くなる。それともう一つ、ファブリーズですね。よくコメントに残してくれた、方が多くて、ファブリーズはよく聞きますよね。もう一つあるんだよね、日本の商品でよく聞くのは。紹介します。この商品、これですね、無臭宣言ですね。すんごい効きますよ。でこの車の中にも使ったらバッチリオゾーンとこれで匂いが一気に消えましたね。ファブリーズよりこっちの方が効きますよね。無臭宣言チェックしてね、日本にあります。中にゴム製の、マットが入ってるんだけど、おそらく犬に噛まれたのかな。暇な時になかじったんだよな。このマットはね、そんな安いものじゃないんで、程度が悪いわけで、まあこれ以外かな、悪いわけじゃないんだけど、ここにカタナイフでこう切っちゃえば
いいんじゃないかなと思いますね。それかこの辺りでちょっと切ってみようかな。ここからかな。やってみよう。まあかじられたままよりこっちの方が全然スマートじゃないですか。全然いいよね。捨てるわけにはいけないよ。こういうのね、高いんだよね。簡単な DIY。俺は犬好きだよ。大好き。ただ、買った車の前の女の犬の毛が嫌だな。もう戻ってこないといいけど、掃除機かければかけるほど、なんか増えてるような感じはしますよね。困っちゃいます。あれまた発見。これ助手席のマットですね。ここがかじられたところ以外は綺麗なので、これはどうしよう。こうなんかこうだよな。まあ完璧と言えないんですけど、さっきよりいいんじゃないですか。十分です。やっと終わったかと思ったところ、カバーを戻そうとしたところ、見てよ。泣きます。うわ。片側完成。はい、いいですか。古い方。そして新しい方。ちょっとこれも弱いような気がする。